ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説。ウクライナの反転攻勢が始まったわけですが、ウクライナ軍の初期の攻勢においては多大な被害が発生しています。一方において、ウクライナ側は情報の公開をなるべく抑えていることから、戦場には霧がかかったような状態で、ロシア側から発表される情報を主にして、研究機関や報道機関などが情勢を分析するようなことになっています。ロシア側の発表としては、ウクライナ軍の攻撃を全て撃退したといったような発表を行っているわけですが、現地から出てくる情報としては、そのようなロシア軍の発表が間違っていることを示している情報も出ているので、今回はそのあたりのことについても解説しておきましょう。また、被害が出ていることと実際の戦線の動きがずれることがあることについても同じく解説をしておこうと思います。このあたりのことを理解しておかないと、戦場の一部分だけを見ただけで全体のことが全く理解できないようなことになってしまいます。全体と一局面の差というものが必ず存在することを理解しておきましょう。それでは地図を使いながら現在の戦況について見ていきます。地図については戦争研究所の発表しているものを転載しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。そして丸が付けられているところが激戦地です。東部戦線においてはバフムトの周辺において一進一退の攻防が展開されています。こちらがバフムト周辺の小サイズ。バフムトの町それ自体はロシア軍が現在のところほとんどを制圧した状態で、その町の郊外において現在は戦闘が行われています。町自体はロシア軍による8ヶ月以上の攻撃によって多くの建物が損壊し、防衛拠点にするには非常に難しくなっています。このような場所に対してウクライナ軍が反攻作戦をかけているため、ロシア軍は十分守りを固めることができず、反撃を許しているところです。また、バフムトの町については、ロシア側からあたかもこの町さえ落とせば、この戦争全体が勝てるかのような情報発信が行われていたことから、ウクライナ軍がこれを取り戻すことが一つの目標になっています。戦争全体に対する影響はほとんどないにもかかわらず、東部戦線で戦果を上げられなかったことから、この町に対する政治的な価値を高めたのはロシア側です。ですから、ロシア側としてはウクライナ軍にこの町を取り戻されるわけにはいかず、守りにくくなったこの町をなんとか守らなければならないという矛盾した形になっています。現在、ウクライナ軍は町の郊外、北と南において進撃を続けており、防御陣地を十分に築くことができなかったロシア軍はかなり脆弱な陣地で防戦を強いられています。アウディーカ、マリンカについては従来からの戦闘が続行されており、大きな変化はありません。そして一番南、ベルカノボシルカ付近の戦いは、本来であればドネツク州、ザポリージャ州の州境のあたりですから、南部戦線に入れるのですが、地図上ではこちらの方に入っています。ベルカノボシルカ付近での戦いにおいては、ウクライナ軍は反復攻撃を繰り返しており、ロシア軍の第一線の防衛ラインを突破したようです。こちらがベルカノボシルカ付近の小サイズ。戦線は東西20キロにわたり、ウクライナ軍が攻勢を繰り返しています。ロシア軍はこの攻勢に対して、その都度全てを撃退したと発表しているのですが、実際にはウクライナ軍は前進しています。前進していることを示しているのは、戦闘を示す動画などが公開されており、それがだんだんと南へと下ってきているからです。また、黄色いマークをつけたところ、こちらの方については、ウクライナ軍がこの村に入り、町の解放を示すウクライナの国旗を建物に掲げています。動画の様子からもわかりますが、この町周辺での戦いはもう終わったらしく、ロシア側は撤退したといった話は全くしてはいませんが、このように戦場がどこになっているかについて見ていけば、ロシア軍が全てウクライナ軍の攻撃を撃退したと言いつつ、後方に下がっていることが裏付けられます。このあたり相変わらずロシア側の発表については、情報の信頼性は極めて低いものと言えます。次に南部戦線ザポリージャ州での戦況図。先ほども述べたようにベルカノボシルカ付近での戦いは、ウクライナ軍が第一防御線を突破し、徐々に南へと進軍しているところです。それ以外の戦闘、オレホボ付近における戦い、こちらの方も反復攻撃をしているところですが、こちらの方はまだまだロシア軍の防御線を突破したとは言い難いような状況で、こちらの方において欧米から供与された戦車レオパルト2やアメリカから供与された歩兵戦闘車ブラッドレーについて撃破された映像などが公開されています。その他、カミアンスク付近で南進するウクライナ軍の攻撃が始まったようです。この規模についてはまだ定かではないため、オレホボとカミアンスクどちらの方が南へと下る主力部隊かは判明していません。
もしくはオレホブ付近における防御が固いことから、カミアンスクへと攻撃を仕掛け、ロシア軍の動きの対応状況を探っているのかもしれません。すべての場所でロシア軍が均等に守っているわけではありませんから、ロシア軍の対応能力を見ながら他の場所へと攻撃を仕掛けたのでしょう。南部戦線最後の戦地ヘルソン州。こちらについては現在のところ、ウクライナ側から攻撃することが困難になっています。ノーバカホフカにあるダムが崩壊したことにより、ドニプロ川下流域は洪水に見舞われています。ただし、浸水地域は現在減少中で、ほぼ半減したのではないかと言われています。水位も少しずつ下がってきています。ただし、それと引き換えに上流域においては、溜められていた水が大量に流出したことから、灌漑用の水はかなり失われてしまったと見られています。なお、ダム決壊時についてなのですが、この地域で大きな爆発があったことを検知したとノルウェーの地震研究所が発表しています。地震ではなく人工的な振動だったというふうに分析されていることから、爆発の規模からしてもダムの破壊につながった可能性が指摘されています。なお、ロシア側はウクライナ軍が砲撃したからだというふうに発表していますが、砲撃などによって起こされる振動ではとてもではないけれど説明のつかないもっと大きなものだったようです。これに関してはもともとロシア側が爆発することを準備していてそれが誤爆したのではないかといった話や今回のような大事になるとは考えていなかった爆破だったのではないかなど様々な話が出ています。何にしてもこの地域はドニプロ川の水を頼りに農業をしていましたから現在のような状況が続けばヘルソン州南の穀倉地域についてはほとんどが農作地としては使えなくなってしまう可能性が指摘されています。さて、ウクライナ軍が反転攻勢に出たことによって、前回の動画では基本的な原則について皆さんに解説しました。それは、攻める側と守る側では、現在の状況においては、守る側の方が有利であり、攻める側の方が被害が大きくなるという話をしました。この条件についてはあくまでも、今の時点での戦場における話です。例えば条件が変わるとこの話もまた変わってきます。守る方が有利になるよねということもあくまでも攻撃側の方が圧倒的な力を有していないからこその話です。例えば攻める側がウクライナ軍ではなく米軍などであれば猛烈なミサイル攻撃やステルス戦闘機による空爆なども加わることから塹壕陣地にとどまるようなことをしていればあっという間に地上部隊はなぎ払われて防御側の方が有利なんていうことは全く言えません。そして現在のところそのようなステルス戦闘機のようなものが出てこないしミサイル兵器群も大量にあるわけではありませんからあくまでも今の戦力比においては防御側が有利ということです。そして防御側が有利であるといったことから現在戦場の様子が公開されていますがウクライナ軍の戦車や装甲車が撃破される映像なども大量に投稿されています。しかし今回ご紹介したように戦況図においてはウクライナ軍は前進を果たしています。このことは両立するということを理解する必要があります。これはウクライナ軍の話ではなくこれまでの戦闘においてロシア軍がどのようであったかといった話をすれば被害が大きいことと前進できることということが両立できるということを理解することができます。例えば激しい戦闘がずっと続いてきたバフムトを例にして考えましょう。バフムトは8ヶ月以上の攻勢によって現在ロシア軍によりほぼ全てが制圧されている状況です。しかし一方においてこの町を攻略するためにロシア軍が払った犠牲は非常に大きいものでした。戦死者についてはおおよそ3万から3万5千程度、負傷者についてはその倍以上だと言われています。これだけを聞けば3万人程度の人が戦死したというのであればものすごい被害だなということを理解することができるでしょう。しかし一方において町はロシア軍が占領しているわけです。戦死者がこれだけ増えた理由というのは主にワグネルがロシア中からかき集めた囚人兵がウクライナ軍陣地への突撃に何度となく投入されて凄まじい数の戦死者が出たといったことが主な原因だと言われています。ただしそれであったとしてもロシア側の報道では囚人兵が亡くなった数というのは2万人から2万5千人程度だと言われていますからそれ以外の部分5000から1万人程度のロシア正義軍とワグネルの傭兵らが死んでいるわけですからやはり被害は非常に大きいものです。しかし現実としてそのような
たくさんの死者が出つつも前へと出ることができれば、それによってウクライナ軍は徐々に押しやられて、現在はバフムトの町の外にと追いやられているわけです。このように被害が大きいぞということと、実際の前線においてどのくらいの位置まで両軍が布陣しているか、この話というのは実は場合と状況によるということを理解しなければなりません。被害が大きいんだから前進できないだろうではなく、被害が大きくても前進することはできるし、また逆に言えば被害が少なくても前進も後退もすることがあるわけですから、戦場における戦いでどれだけの死者が出たかということと、戦況マップにおいてウクライナ軍がどれだけ領土を奪還したか、そしてロシア軍がどれだけ占領地域を広げたかといったことは少し別物として理解する必要があるのです。このことを理解できないと何が起こるかというと、頭が混乱します。例えばインターネット上では戦況解説をするときに0か100だけで説明する方がいて、結構それが人気だったりもします。例えば毎日のようにロシア軍を全滅させているようなチャンネルなどにおいては、現在のウクライナ軍の被害について基本的にはあまり喋りません。これまでは防衛側だったことから、攻めかかるロシア軍に対して大きな打撃を与えてきた。そういったことから毎日ロシア軍を壊滅させたといったような話をしていても、まあみんな聞いていたわけです。しかし現在の戦況のようなウクライナ軍が攻める側になると被害が増大する。しかしそれでもなお前進するといった時に、ウクライナ軍の被害について全く説明せずに、従来通りロシア軍を毎日壊滅させるような話をしながら、ウクライナ軍が領土奪還を果たしたといったようなやたら極端な解説へと発展してしまうわけです。戦争というのは必ずのように両軍に死者が出ます。そして人間が作る兵器ですから、どちらについてもやはり被害は存在します。またこの部分についても言及しておかなければならないのは、個々の性能比といった話と、破壊されるか破壊されないか、無敵か無敵じゃないかといったことは、やはりこれもバランスよく考えを持つ必要があります。例えば欧米から供与されたレオパルト2とロシア軍の戦車の T72 や T80 と比較した場合において、明らかに欧米製の兵器の方が総合力に優れています。しかし個別の兵器として優れているかいないかということと、それが無敵かどうかといった話は全く別物です。このあたりのことも現実を見据えながら知識を得ていないと、現実に起きている出来事と自分の認識する戦場との間にどうしても話の噛み合わなさが発生してしまいます。例えばインターネット上では、ウクライナ軍が攻勢に出たことによって欧米製の兵器などが破壊されている、そういったことを見て無敵のはずだったと宣言していたようなウクライナ軍の戦車や歩兵戦闘車がやられているではないかといったような嘲笑する声などが親ロシア派の人たちから出ています。これなどは戦場に対する認識として、あたかもゲーム感覚で欧米製の兵器などが無敵の戦車扱いされているかのような認識をしているという間違った解釈を行った結果として、無茶苦茶な揶揄をしているわけです。まあこういった原因として、先ほども述べたような0か100で解説する YouTuber たちの存在といったものは、残念ながら悪影響を与えていると言えるでしょう。じゃあ攻守交代した場合において、ウクライナ軍が打撃を受けつつも、それでもなお前進できるかどうかといったところの方が注目すべきポイントなのです。少なくともロシア軍は冬の攻勢においてほとんど前進はできず、唯一勝ち取った戦果として言えるのがバフムトの町です。現在は主導権はウクライナ側に移り、ただし主導権といっても攻撃側である以上は、待ち構えるロシア軍による防衛に対して被害を受けつつも前進しなければならないわけです。そしてウクライナ軍の反撃としては、まだまだ前線に現れていない兵器や部隊がたくさんあります。イギリスから供与されたチャレンジャー2や、スウェーデンから供与された歩兵戦闘車 CV90 やドイツ製の歩兵戦闘車マルダーなど、まだまだこれらを配属された部隊たちがどこの戦場に登場するか、そして欧米から供与された兵器だけではなく、東ヨーロッパで近代化改修を受けたロシア系の戦車 PT91 など、まだ温存されている戦力が姿を現してはいません。つまり現在の攻勢というのはあくまでも第一段階、特に初期のものであり、まだまだこの反転攻勢は始まったばかりとも言えるのです。これからもウクライナ軍は攻撃側であり続けるでしょうから、ロシア軍と同様に多くな被害を受けることでしょう。しかしそれでもなお、どれだけ領土奪還を果たせるかが、これから長期的に見た戦いにおいての重要なポイントなのです。というわけで今回の動画はここまで。今回の動画においては戦況解説とともに、とかく0か100で語られがちな戦況について
バランスを取りながら見ていく必要があることを解説していきました。反転攻勢の作戦は始まったばかりであり、多くの兵士たちが亡くなるという現実を見つつも、私たちには見守るしかないというのが現状です。日本政府にはもうちょっと侵略された側の領土奪還を支援できるような軍事支援を考えてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。